今回は最新の脳科学から導き出された立体把握能力を劇的にアップさせるトレーニング方法をご紹介します。この動画を最後まで見れば、あなたのイラストは立体感溢れるものになること間違いありません。ちなみにその練習はお絵描きをする人なら持ってるだろうあるものを使うんですが、そのあるものとは？さあ、先ほどのあるものですが、こちら、デッサン人形です。いろんなポーズを取らせるのに参考にしますよね。人はイラストを描く前、どんなポーズでどの角度から見ようかと頭の中で立体をぐるぐる回してイメージします。これを心理学ではメンタルローテーションと呼びます。ただ、これには大きな問題があって、頭の中だけで立体を回し続けると脳のワーキングメモリー、つまり脳の作業スペースがあっという間にパンクしてしまうんです。ワーキングメモリーがいっぱいになると構図や視線誘導といった絵作りに必要な思考ができなくなり、結果的にペラペラの面白くない絵になってしまうんです。これを防ぐために頭の中の回転作業を外部に任せるデッサン人形が必須になるわけですが、ここでもう一つクイズです。実際のデッサン人形とデジタルの 3D モデル、今回のトレーニングで有効なのはどちらだと思いますか？実は心理学のメンタルローテーションテストで実際に手を動かしながらテストを受けた方が頭の中の立体回転スピードが上がり成績が良くなるという事実が証明されているんです。画面上のデジタル 3D モデルをマウスで操作してもツルツルした画面を触ってるだけですよね。でも実物の人形の関節を手でひねると指先の触覚や筋肉の動きの感覚が脳に直接伝わり脳内の立体イメージを強力にサポートしてくれるんです。というわけで先ほどのクイズの答えは実物のデッサン人形でした。ここからさらになんで実物の方がいいのか補足をしていきます。デジタルの画面で 3D モデルを見ると目は平らな表面にピントが合ってるのに脳は奥の立体を見ようとして目と脳のバグが起きてしまいます。実物の人形なら本物の立体なのでこのバグが一切起きずに正確な奥行きを把握できるんです。だからこそ立体把握能力を基礎から鍛えるなら圧倒的に実物のデッサン人形が有利なんですね。この後実物とデジタルを組み合わせた最強のトレーニング方法をご紹介しますが、その前にこのチャンネルではこうした最新の脳科学の知識を活かして神絵師になるのに役立つ情報を発信しています。この動画が少しでも参考になりそうだなと思ったらぜひ今のうちに高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてもう一つこのチャンネルのメンバーシップが解禁されました。ありがとうございます。最大の目玉は有益な情報提供ともちゃがあなたのメンターとなって活動をサポートします。あなたの悩みや成長に合わせて情報を提供しますのでぜひご検討ください。聞いていただきありがとうございます。ここまでの話では実物のデッサン人形を見て触った方がいいんだよっていうお話でした。じゃあクリスタの 3D モデルみたいなデジタルツールは使っちゃダメなのと思うかもしれません。全然そんなことはないんです。ただ最初からデジタルツールに頼り切るのは少し危険です。一番やってはいけないのが画面にポンと 3D モデルを置いてそれをただ上からなぞるだけの描き方です。これをやってしまうと脳が自力で立体を想像する努力を完全にサボってしまいます。補助輪をつけたまま自転車に乗ってるようなものなのでいつまで経ってもあなた自身の立体把握能力は育ちません。しかしデジタルには実物の人形には絶対に勝てない最強の武器があります。それがカメラワークの自由度です。広角レンズのように手前を大きく奥を小さくパースを歪ませたり背景のグリッドに正確にキャラクターをはめ込んだりする作業はデジタルの方が優れています。自分の肉眼で見るしかない実物の人形ではこのダイナミックな歪みは再現できません。つまり立体把握能力を最速でマスターするための答えは実物とデジタルのどちらかを選ぶということではありません。この2つの強みを掛け合わせることなんです。それではいよいよあなたの立体把握能力を限界突破させる実物とデジタルのブレンド型トレーニング3ステップを実際にやりながらご紹介したいと思います。ステップ1は実物でインプットです。絵を描き始める前にまずは手元にある実物のデッサン人形を触り倒してください。いろんな角度に傾けたり関節が限界まで曲がった時の感覚を指先で確かめたりします。こうして筋肉と触覚を刺激することで脳の立体回転システムが準備体操を終え強固な 3D イメージが脳に叩き込まれます。ステップ2は頭の中でのシミュレーションで慣れないうちは人形にポーズを取らせて自分が描きたい角度まで実際にぐるっと回しそれを観察しながら描くで OK です。でもずっと人形をただ映すだけでは頭の中の立体把握能力は成長しません。そこで慣れてきたら徐々に人形への依存度を下げていきます。例えば下から見上げる絵を描きたいとポーズを取らせた人形をあえて半分の45度くらいまでしか傾けません。そしてその人形をヒントにしながらここからさらに下へ回り込んだら顎や首のラインはどう見えるかなと残りの角度を頭の中で回して想像するんです。補助輪を少しずつ外していくようにこうして脳内で回転させる割合を増やしていくことで立体把握能力がゴリゴリ鍛えられます。
最後のステップ3はデジタルでの最終補正です。頭の中に立体のイメージがしっかり出来上がったら、ここで初めてデジタル 3D モデルの出番です。自分が描きたい迫力のある広角のパースや背景のグリッドへの正確なはめ込みなど、最終的な当たりとしてデジタルを活用します。ゼロからなぞるのではなく、あくまで答え合わせと微調整に使うのが上達の最大の秘訣です。いかがだったでしょうか。実物で五感を使ってインプットして、頭の中で回す訓練をして、最後にデジタルでパースを補正する。このサイクルを繰り返せば、あなたの立体把握能力は飛躍的にアップし、どんな難しい角度からでも立体的で魅力あふれるキャラクターが描けるようになります。早速今日からデッサン人形を引っ張り出して、たくさん触ってあげてくださいね。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。